皆さんこんにちは。今回はエアクラフトアビオニクスアップデート2のベータ版が公開されたので、ボーイング787ダッシュ10の変更点などですね、細かく見ていきたいと思います。アビオニクスアップデートということで、主に機体のシステム関連のアップデートになります。今まではですね、触れないスイッチ類なども、結構あったんですが、今回その辺のスイッチ類もファンクションできるようになっているものが多く、他にもディスプレイ関係の変更であったり、様々な機能も追加されています。変更のあったエアライナーはですね、このボーイング787と、あとはボーイング747ですね、そちらの方もですね、同じように改善されています。ベータ版の方はですね、Steam で購入された方、Microsoft ストアで購入されている方、あと Xbox 版ですね、それぞれ試すことができます。ベータ版の試し方はですね、概要欄の方に記載しておきます。で、こちらのアップデートの正式のリリースはですね、6月の23日となっています。今回はですね、787と747に重点を置かれていて、とても多くの変更があったので、ピックアップしながら見ていきたいと思います。はい、それではですね、早速コックピットの方に行って見ていきたいと思います。本日も最後までごゆっくりとご覧ください。まずはですね、コールド&ダークの状態で、いろいろとスイッチ類、計器類、ディスプレイ関係も見ていきたいと思います。はじめはですね、オーバーヘッドパネルの方から見ていきましょう。まずバッテリーオンにして地上電源も入れるんですが、その時のサウンドに関しては、今までのデフォルトと同じサウンドになっていました。サウンド関係はですね、エンジンの方がですね、ロールスロイストレント1000エンジンのサウンドに近づけているということです。そちらも後ほど確認したいと思います。まず左上ですね、IRS をオンにしていきます。IRS をオンにして、数十秒待つとですね、自動的にアラインの方はするようになっていました。以前のデフォルトだと IRS をオンにするとすでにアラインする状況になっていたので、これも少しですね、変更されたようです。アラインする時間はですね、ヘビーディビジョンの B78XH のような機能は特にありませんでした。APU のノブと、ジェネレーターのスイッチはいつも通りですね。その下のエレクトリック関係、これもですね、一応元からオンにはなってるんですが、押せるようにもなってます。続いて隣の上部から見ていきます。バッテリーのテストですね。これもですね、これもファンクション追加されてまして、テストというところ、こちらを押すと、点灯するようになってますね。バッテリーの状況を表してくれてます。この右側のトーイングパワーはですね、こちらは特に触れなかったんですが、トーイングカーに牽引されるときにバッテリーの消耗するリスクが軽減されるような仕組みになってますね。次に FD ドアパワーですね。これもファンクション追加されてオンオフできるようになってました。これはコックピットのドアのロックですね。次にエマージェンシーライト、非常灯ですね。これは黒いガードの方を閉じられるように、なってます。この隣のサービスインターホンとパッセンジャーオキシゲンは特に触れませんでした。このウィンドヒートはですね、プライマリーの方だけがファンクションするようになってまして、一つ押すだけで全てが、オンになります。次は油圧関係ですね。ハイドロリックですね。ここもですね、しっかりと動作するようになってました。それに合わせてディスプレイの方でですね、ステータスのページのところでも数値の方が変動するようになっていました。シートベルトサインはですね、以前と変わらずいいサウンドをかましてました。左のキャビンチャイムは特に何もありません。この下の方がですね、ライト関係のノブになっているんですが、正面の方もですね、少し手を加えられて修正入ったようなんですが、それほど大きく変わった印象は特にありません。若干明るくなったかなというぐらいですね。はい、続いて3列目になります。グランドテスト、あと右の CVR、ボイスレコーダーのテストですね。こちらも特になく、下のカーゴファイヤーですね。こちらもファンクション等はありませんでした。でちょっと下行くとですね、こちらエンジンスタートスイッチですね。こちらの方はね、以前と同様になってます。でこの下がですね、燃料投棄するスイッチになってるんですけど、これは一応カバーはね、開くようになってますね。実際使えるのかどうかはね、ちょっと未確認です。でこちらはね、前回と同様の、フュエルポンプになってます。この下のバランスのボタンもですね、ファンクションするようになっていました。
これはですね、クロスフィードバルブとはまた少し違って、燃料タンクのバランスをですね、調整する役目もあるみたいです。このアンチアイスのスイッチは通常通り、オン、オートできるようになってます。であとビーコン、ナブ、ロゴ、ウィング、ライト類ですね。ライトの点灯チェックですね。それは特にありませんでした。で、ストロボ、タクシー、ランウェイ、ターンオフライトですね。これもいつも通りになってます。はい、ようやく最後の列になります。上からヒューミディティになります。これは元からオンになっていて特に触れないんですが、飛行中にですね、機内の中やはり乾燥するので、保湿を保ってくれる機能になってます。はい、次のカーゴテンパーチャーですね。貨物室の温度になるんですが、一応ノブの方をですね、回すことできるようになってました。システムページの方はまだエアーのページがないので、今後この辺も連携して使えるようになるかもしれません。次はイクイップクーリングですね。これは機器類の冷却になってますね。フォワード、アフターともに押せるようになってます。機内の空気を循環させる役目のリサーキュレーションファンのスイッチも、ファンクションすることができます。あとはコックピットの温度、またキャビンの温度ですね。こちらの方もセレクター調整できるようになってますね。あとパックの方ですね。これもオートとオフで切り替えられるようになってます。このエアコンディショニング関係はですね、かなり触れるところは増えていまして、今後システムページのエアーページですね、そこでもですね、温度表示などもされるようになればね、非常にリアリティが増してくるんではないかと思います。はい、最後はですね、プレサライゼーションの方は、特に触れるところはありませんでした。はい、オーバーヘッドパネルの方はですね、以上になりまして、次ディスプレイ関係見ていきたいと思います。ディスプレイ関係もですね、変更された点は多く、iCAS のメッセージであったり、チェックリスト、ステータスページもですね、変更されていて、またマルチファンクションディスプレイですね、その辺の画面の切り替えも良くなっていました。で、今見ていただいている iCAS のメッセージですね、黄色く表示されているものが、コーションメッセージになっています。その他もですね、ウォーニングメッセージ赤色で表示されるものもあります。あとはセットアップしていくと、こちらにですね、APU ランニングだったり、オートブレーキ RTO、そういった情報も表示されるようになっています。続いてシステムページの方ですね、見ていきたいと思います。今右側のディスプレイにもこのように出てるんですが、左のディスプレイこちらにも映してみたいと思います。この SYS というボタンを押すとね、同じように表示されます。まずこちらがステータスページになっています。この辺はですね、ハイドロを入れた時だったり APU ですね、始動させた時、その辺も数値が上がってくるようになっていました。以前までね、ヘビーディビジョンの B78XH 入れてたんで、前のバージョンのデフォルトがちょっとね、あんまり覚えてないんですが、今回はね、このような形になっています。続いて電気系統のページになってますね。で、今地上電源がつながっているっていう表示になっていまして、APU をスタートさせると APU ジェン、こちらもレフトとライト、緑色で表示されるようになります。で、次ハイドロ油圧のページですね。次にフューエルのページで燃料が今どれぐらい入ってるかっていうのも表示されてますね。で、こちらのエアーページの方は今の段階だとまだ、表示されないので、今後ですね、アップデート重ねてまた、表示される日が来るかもしれません。オーバーヘッドパネルのエアコンディショニングのスイッチ類もね、触れるようになってるんでね、期待はできるかもしれません。で、こちらがドアページ。で、その次がギアの状況ですね。ギアページになってます。で、これがフライトコントロールのページですね。このページでエルロンであったり、エレベーター、ラダーですね、動作チェックができるようになってます。最後に残りの3つはですね、まだ Not Available なんで、現段階ではね、まだ表示はされていませんでした。ちなみに APU をかけた時の表示ですね、そちらも見ておきます。ステータスページの APU の項目のところですね、こちらの RPM、ECT も上がってきていますね。ちなみに今 APU かけたので、外部の APU のサウンドですね、ここのサウンドの変更はなさそうでした。はい、続いてシステムページのボタンの隣ですね、CDU のボタンを押してみます。マルチファンクションディスプレイの、ディスプレイが切り替えられるので、その辺も見たいと思います。
このように CDU の画面を上部のディスプレイにも映すことができて、ローワーですね、下の方のディスプレイ、こちらにもですね、先ほどのシステムページであったり、あとはですね、後ほど紹介するんですが、チェックリストですね、こちらの方もですね、表示できます。またナビゲーションディスプレイの方も反映できますが、基本的にはこのローワーのディスプレイはだいたい CDU の画面になっているのが多いのかなっていう印象はあります。はい、続いてはですね、今回から導入されたチェックリストの方ですね、そちらも見ておきたいと思います。チェックリストの方はですね、プリフライトチェックリストから、全てのチェックリストの項目、触れるようになっています。本来であれば、セットされている項目ですね、それは自動的にチェックマークがついたりするんですが、今回まだそういった機能はなさそうなので、全てチェックを入れていく形になっています。またヘッドアップディスプレイの方ですね、こちらの方も以前のバージョンと比べると、かなり見栄えが良くなっていました。ヘッドアップディスプレイは、視点によってはですね、多少ずれることがあるので、キーボードの矢印キーなどで微調整するといいと思います。続いて CDU の方を見ていきたいと思います。アップデート後はですね、FMS の方が、手打ちであれば問題なく動作するようになっていました。今のところ SIM ブリーフの方でルートを読み込むことはまだできなかったので、それも今後どうなってくるか注視していきたいと思います。ルートの方は羽田空港から伊丹空港まで入力してみたいと思います。SID の方はですね、ラクサス3デパーチャーを入力し、ウェイポイントの方もですね、航空路も入れて、ウェイポイントの方も入力していったんですが、特にですね、入らないものとかなく、手入力の方もできるようになっています。今回パフォーマンスページの方はですね、時間の都合上省略させていただくんですが、若干のですね、変更修正の方入っていました。またライブ配信の方でも見ていきたいと思います。ルートの方作成が終わったので、ナビゲーションディスプレイの方からルートの方ですね、確認しましたが、特に問題はなさそうでした。続いてはですね、機体のエンジンサウンドの方ですね、そちらの方も変更があったので、プッシュバックしながらですね、エンジンかけて、確認していきたいと思います。エンジンサウンドの妨げにならないよう少し黙ります。また後ほど戻ってきます。はい、新しくなったエンジンサウンドの方いかがだったでしょうか。
外部視点と内部の視点で若干音の方異なるんですが、以前のボーイング787のサウンドと比べると、かなりエンジンサウンドの方にも力を入れたなっていう感じはありました。続けてですね、コックピットの離陸の時のサウンドもお楽しみください。ちなみに今回のアップデートで FMA の方に、スラストレフの標準もされていました。V1 の後ですね、機種上げをして少しすると少しねやっぱりガクンとなる挙動がありました。またヘッドアップディスプレイを使って離陸した時のシーンですね、そちらの方も上げておきます。また離陸後の挙動ですね、L ナブについては、ルートの方は外れることなく追従してくれてる感じはありました。ただディレクト2であったりヘディングセルをした後に、L ナブの方乗らなくなるという声もあるので、またライブ配信などでいくつか飛びながらね見てチェックしていきたいと思います。あとはですね、コックピット内の文字ですね、フォントの方なども変わっていて、グランドスピードの値なども少しね以前より小さくなっていました。V ナブに関しては、ヘビーディビジョンの B78XH と似たような挙動になっています。次にフリーケンシー周波数のセッティングですね、ナブラディオのページですね、こちらの方から VOR の方はですね、近くの VOR が自動的に入力されるようになっています。手入力で英語の方ですね3桁入力することも可能でした。ILS 周波数の方はですね、ここもデフォルトの空港などであれば自動的で入るということなんですが、今回フリーのシーナリーに向かってまして、一応自動で入力できました。この辺りはシーナリーにも寄ってくるんですが、有料のシーナリーになると、自動では入力されないようです。またミニマムの値ですね、こちら今回バロのセッティングなんですが、10単位で調整という形になっていました。あとはですね、ナビゲーションディスプレイの方に、緑の TD と書いてあるトップオブディセントですね、降下の開始時点、こちらの方もしっかりと表示されていました。MCP パネルのコード系をですね指定のコードにしておくと、自動的に降下していってくれます。もう間もなくトップオブディセントで機体が降下の方のフェーズに入るんですが、今までのデフォルトの機体だけであればトップオブディセントもなかったので、この辺に関しては本当に改良されてますね。これで降下の方開始していってくれそうですね。FMA の方には今アイドルと表示されました。今回かなり動画の方長くなってしまっているので、着陸のフェーズまで行って、着陸時の挙動を見て終わりにしたいと思います。もう今ファイナルなんですが、万が一ゴアラウンドした時の、ミスアプローチルートですね、そちらの方もですねまだ試してはいないんですが ND 画面にも一応ね載ってますね。また本来のボーイング787と同じようにですね、着陸時もオートスロットルオンのままでも、設置時にですねアイドルにスロットル自動的に持ってきてくれるんで、この辺も改良されていました。あとはですね今までのデフォルト機だと、オートランドはできなかったんですが、今回のアップデートによって、オートランドの方ですねそれも可能になっています。また別の機会にでも試してみたいと思います。それでは着陸シーンの方ですねご覧ください。着陸後ですね挙動の方どんな感じだったかお伝えします。
着陸時の挙動ですが、以前から言われていた浮くような現象は、あんまり感じませんでした。その代わりフレアの方が少しかけにくいので、早めにですね、コールアウトの40ぐらいで、もう機種の方徐々に上げるようにしました。全体的に見て良くなった感じもあるんですが、少し操作が難しくなったような感覚もありました。まだそんなに飛ばせていないので、今後もですねいろいろと試しながら共有できたらいいなと思います。本日はですね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。自身の通常の動画で、20分以上の動画というのはねこれが初めてになったんですけど、長い時間見ていただいた方々ありがとうございました。はい、ということで本日はエアクラフト&アビオニクスアップデート2のベータリリースということでこちらの方でお伝えしてきました。今後も役立つ情報などアップしていきますので、気に入っていただきましたらチャンネル登録、グッド評価、コメントもお待ちしております。あと Twitter の方でもですね、よく情報の方つぶやいているので、よかったら見てみてください。それではまた次回の動画ライブ配信でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。